社会の底辺がこの俺に歯向かうんじゃない。不愉快だ。貧乏人は二度と来るな。行きつけの銀行で窓口の男性職員が俺に向かって怒鳴りつけてきた。客に向かっての態度にしては非常識すぎる。この男性職員は俺が小銭を預け入れようとした際も嫌な対応をしてきた。まあ大量の小銭を預け入れるのは手間がかかるし、嫌がる人がいるのはわかるけれど、それにしても罵声を浴びせてくるなんて、普通の銀行職員がしていい態度ではない。というか、他人に対して暴言を浴びせかけるなんて普通じゃ考えられないだろう。この銀行の利用をやめれば男性職員に会うこともなくなるだろうが、ここの支店は前からずっとお世話になっている。家からも会社からも近いし、男性職員以外の人はみんな優しくて丁寧な対応をしてくれるのだ。そこで俺は一計を案じることにした。支店長に世話になったと伝えてくれ。はあ？この直後、男性職員は俺の取った行動に目を白黒させた。これはまだ小銭の預け入れに手数料がかからなかった時の話だ。当時の俺は小銭貯金が趣味だった。というのも俺はかなり貧乏な家の生まれで、小銭でも俺たち家族にとっては大切なお金だったのだ。昔から俺はお金持ちになるのを夢見てコツコツ小銭を貯めていた。そして50代になった現在は生活に困らないレベルで食べていけるくらい稼いでいる。しかし昔からの習慣というのはなかなか抜けず、現在も俺は財布の中に小銭があると貯金箱に入れるのが癖になっていた。貯めた小銭は自分のために使うのではなく、ボランティア団体に寄付している。ある年に寄付した動物愛護ボランティア団体は、俺や他の人たちの募金をもとに新しい土地と建物を購入し、ボランティアの人数も増員。おかげでより多くの動物を助けられるようになったと丁寧なお礼の手紙を送ってくれた。それ以来交流ができて、俺の家にはそこのボランティア団体から引き取った猫が3匹いる。みんな可愛い俺の家族だ。2人の息子はすでに独立済みで、今は妻と猫たちとのんびりとした暮らしを送っている。お、また小銭がたまったな。貯金箱にたまった小銭を見て満足感を得る。そんな平和で順風満帆な生活を俺は心から楽しんでいた。そんなある日のこと、そろそろ銀行に預けに行くか。ずっしりとたまった貯金箱を見て、いつも通り小銭を預けるために銀行へ向かった。行きつけの銀行は俺が社会人になってからずっと使い続けているところだ。会社からも家からも近く、ここの銀行以外は使ったことがない。銀行職員の人たちともすっかり顔見知りで、いつもとてもお世話になっている。あら、林さん、お久しぶりですね。こんにちは。今日もお願いできますか？この女性職員は瀬尾さんといって、銀行の支店長に次いで長い付き合いになる人だ。俺が窓口に行くと、大抵瀬尾さんが対応してくれる。いつもすみません。いえいえ、構いませんよ。大量の小銭の貯金なんて面倒な客だろうに、瀬尾さんはいつも笑顔で対応してくれる。この人がいるからこの銀行を使い続けていると言っても過言ではなかった。瀬尾さん、ちょっと。ああ、すみません、支店長。少々お待ちを。あ、僕の対応は後でいいですよ。そっちに座って待っていますので。支店長が少し慌てた様子で瀬尾さんを呼んだので、
俺の用事は後にして待つことにする。すると支店長が手の空いている職員に頼んで俺の対応をしてくれることとなった。支店長が申し訳なさそうにぺこりと頭を下げる。俺も笑いながら頭を下げて再び窓口へ向かった。何のご用でしょうか。窓口に立ったのはまだ若い男性職員だった。名札に笹野と書かれている。笹野さんはぶっきらぼうな言い方でブスッとした顔をしていた。この小銭を預けたいんですけど。はあ？大量の小銭を見た笹野さんは思いっきり眉をしかめた。そして大きなため息をつくと、本日の受付は終わりました。お帰りください。そう言い捨てると窓口から離れてしまった。残された俺はあまりに予想外すぎる対応に少しの間呆然と突っ立っていた。まあ大量の小銭は嫌がる人もいるだろうな。周りには他の職員はおらず、笹野さんの対応を見た人はいない。窓口としてどうなのだとか、まだ営業時間中だろとか言いたいことは山ほどあるけれど、ここでごねても支店長や瀬尾さんの迷惑になってしまう。その日はおとなしく小銭を預けることなく銀行を後にした。それから数日後、もうそろそろ貯金箱が限界を迎えそうだったので、再びあの銀行へ行くことにした。今日は瀬尾さんが担当だといいけれど、笹野さんという人とはできれば二度と関わりたくない。そういえば彼は今まで見なかった顔だな、と考える。配置換えの時期にしては中途半端だし、突然の社内人事であの銀行にやってきたのだろうか。だとしたら何かしらの事情がありそうだ。先日の笹野さんの対応を思い出し、苦笑いを浮かべる。ああいう人の教育は大変そうだな、と支店長に少しだけ同情した。こんにちは、瀬尾さん。あら、林さん、今日はどうされたんですか？小銭貯金を預けたくて。先日預けたばかりでは？実は。さて、なんて説明しようかと悩んでいると。ちょっとおばさん、こっち来て。突然、瀬尾さんに向かって奥の方にいた笹野さんが怒鳴りつけてきた。瀬尾さんはびくりと肩を揺らし、青い顔をして笹野さんの方を振り返る。笹野さん、すみません。今は窓口対応中でして。はあ？この俺が呼んでるんだけど、そんなの関係ないだろ。笹野さんはイライラした様子で瀬尾さんを呼びつけた。すみません、林さん。他の職員に対応を頼みますので、少々お待ちください。そう言って笹野さんのところへ向かった瀬尾さんだが、どうやら難癖をつけられているらしい。役立たずのババアが、とか、給料泥棒め、とか、聞くに耐えない暴言が聞こえてくる。また瀬尾さんがターゲットになってるわ。瀬尾さん優しいからね。近くにいた他の職員がひそひそ話をしているのが耳に入った。エリアマネージャーの息子だからって横暴すぎるわよね。ほんといい迷惑よ。噂だと他の銀行で問題を起こしてここに来たんでしょ？押し付けられたっていう方が正解かもね。ここでも同じようなことになるかも。いっそのこと問題を起こして早く出て行ってくれればいいのに。なるほど。おおよその事情は把握できた。俺の言うことが聞けないならやめちまえ。役立たずのお荷物を養う余裕はねえんだよ。笹野さんの怒声は銀行内に響き渡り、他の客も何事だと驚いた顔で見ている。しかし笹野さんはそんなことにはお構いなし。
瀬尾さんを怒鳴りつけている顔はどこか楽しげに歪んでいるようにも見える。他人をいびって楽しむ人間というのは少なからず存在するが、その被害者が俺のお世話になっている人だとするならば、見逃すわけにはいかない。おい、あんた、笹野とか言う人。あんた、どういう言い分で瀬尾さんを怒鳴りつけているんだい？はあ？聞くに耐えない暴言を投げかけられるほど、瀬尾さんはとんでもないことをしたのか？そんなわけないだろう。彼女は仕事ができる人だ。少なくとも怒鳴りつけるばかりのあんたとは違ってね。俺が笹野さんにそう言うと、笹野さんの怒りの矛先は俺の方に向かったようだ。ドスドスと乱暴な足音を立てて笹野さんがこちらへ向かってくる。周りの職員や瀬尾さんは突然割り込んできた俺に驚いた顔を見せていた。お前はこの前の小銭じじいだな。他人が口出しするな。じじいだって？客に向かってなんていう口の利き方をするんだ。どうやら育ちが悪いみたいだね。わざと挑発するように言うと、笹野さんのこめかみがピクピクと動いたのが分かった。今にも掴みかかってきそうな勢いだ。てめえ、俺が誰だか分かってんのか？エリアマネージャーの息子なんだって。それがそんなに偉いのかね？偉いに決まってんだろ。少なくともてめえみたいな社会のクズよりはな。バンと机を叩く笹野さん。俺は平然とした顔で笹野さんを軽く睨みつけた。生意気な目つきしやがって。小銭しか預けられないような社会の底辺がこの俺に歯向かうんじゃない。不愉快だ。貧乏人が二度と来るな。ああ、そうかい。よーくわかったよ。最初は瀬尾さんを助けるためにわざと俺に矛先が向かうように挑発的な言葉を投げかけていた。しかしこの態度はあまりにもひどすぎる。この銀行の利用をやめれば笹野さんと会うこともなくなるだろうが、ここの支店は前からずっとお世話になっている。それに笹野さん以外の人はみんな優しくて丁寧な対応をしてくれるのだ。なんとかこいつだけ追い出せないものか。そこで俺は一計を案じることにした。支店長に世話になったと伝えてくれ。はあ？あんたみたいな職員がいる銀行に俺の大切な金を任せられるか。俺がそう言い捨てると笹野さんははっと鼻で笑う。貧乏じじいのはした金なんか。なんだ、何の騒ぎだ。そのタイミングで外出先から戻ってきたらしい支店長が入ってきた。近くにいた職員が支店長に説明をする。すると支店長は大慌てで俺たちの方へやってきてこう言った。林様、うちの職員が大変申し訳ございません。はあ？支店長は真っ青な顔で俺に向かって深々と頭を下げる。おい、お前も謝れ。はあ？なんで俺が？っていうか、俺に命令すんじゃねえ。俺はエリアマネージャーの息子だぞ。その程度の肩書き、林様の前じゃ通用しない。この方は駅前にある大型百貨店を経営しているグループ会社の創始だぞ。へえ？笹野さんが目を白黒させて俺を見た。そう、俺は全国各地に展開している百貨店の経営トップを務めている。貧乏だった俺は中卒で就職したが、その就職先というのが百貨店だったのだ。俺はそこで経営の才能を発揮。トントン拍子に出世して、現在は創始を務めているというわけだ。法人口座を解約したいんだが、大した額じゃないだろ。俺の言葉にまだ信じられない様子の笹野さんが半笑いでつぶやく。そんな笹野さんに支店長はパソコンの画面を見せた。10億超えだと。まあ全国展開の百貨店を経営しているのだし、
そのくらいの額は普通だろう。どうか考え直していただけませんか？嫌です。そちらの方のような人がいる銀行に、俺の大切なお金を預けることはできません。そう言いながら、俺は支店長にこっそりと目配せをする。支店長は俺の視線の意味に気づいたようで、小さくうなずくと、こんな提案をしてきた。では、この人物がいなくなれば、解約を考え直してくださいますか？その提案に、俺は口の端を少しだけ持ち上げた。エリアマネージャーの父親がいる俺を追い出すことなんてできないだろ。このじじいはともかく、お前はただの支店長だ。そんな権限お前には。じゃあ、笹のマネージャーに直接頼みますね。はあ？支店長がわざとらしく呆れたため息をつきながら笹野さんに教える。そのエリアマネージャーの父親は、こちらの林様の専属担当者だ。なんだと？笹野さんがギャーギャー騒いでいる間に、俺は笹野マネージャーに連絡。すると彼はすぐに銀行へやってきた。この度はうちの息子が大変申し訳ございませんでした。父親が笹野さんの頭をつかみ、無理やり下げさせる。その時になってようやく笹野さんは状況を把握したらしい。真っ青な顔でガタガタと震えている。謝罪は結構。それでこの落とし前はどうつけるのです？息子はこの銀行から別の支店へ行かせますので。失礼ですが、息子さんは銀行員に向かない性格のようです。別の支店へ移動させてもまた同じような問題を起こすでしょう。笹野さんはきっとどこへ行ってもこの銀行でやったことと同じことを繰り返すだろう。別の支店へ移動させても被害者が増えるだけだ。笹野マネージャーは俺の言葉の意味に気づいたのか、諦めた様子でこう言った。わかりました。息子の人事についてすぐ本社と相談させていただきます。親父、冗談だろ。黙れ。会社をクビになったお前を助けてやろうとこの銀行に入れてやったのに、恩をあだで返されるとは思ってなかったわ。覚悟しておけ。父親からの宣告に笹野さんは絶望の表情を浮かべていた。その後、笹野さんは父親に連れられて銀行を後にした。その日から笹野さんは出勤しなくなり、ほどなくして本社から解雇したという旨の連絡が来たらしい。笹野マネージャーと顔を合わせる機会があったので、その後の笹野さんについて尋ねたのだが、会社をクビになった笹野さんを父親はすぐさま家から追い出したらしい。あの調子では父親の給料を頼ってニートになるだろうと危惧してのことだ。笹野さんは現在親戚が経営している会社の町工場で働いている。その親戚というのがかなり厳しい人で、性格を矯正させる目的で預かってもらっているのだが、本当にあの性格が治るのだろうかと少し疑問ではある。息子の自業自得です。俺は一切手助けしません。そう言い切った笹野マネージャーの顔には覚悟が垣間見えた。ちなみに俺は法人口座の解約はせず、そのままあの銀行にお世話になっている。笹野様、測りましたね。さて、何のことでしょう。ふふ、ありがとうございます。おかげで助かりました。平和が訪れた銀行で、俺はちょっとしたヒーロー扱いを受けている。瀬尾さんにも何度もお礼を言われたが、むしろいつもお世話になってお礼を言いたいのは俺の方だ。あれはほんのちょっとした恩返しというわけだ。これからも俺はこの銀行を利用し続けるだろう。